おはようございます。今朝のニュースをお伝えしてまいります。まずは、ハッカーニュースで話題を集めている話題からです。今流れているやつ、僕が毎朝自分の部屋で流しているニュース番組なんですけど、海外のテックニュースとか今日の天気とかを日本語でまとめて読んでくれています。で、このニュースキャスター実在しないんですよ。毎日すべて AI が作ってくれてるんです。こんにちは、ヒロです。このチャンネルでは Web デザインやサイト制作、AI に関するチュートリアルを発信しています。こんな感じでニュースを読んでくれるやつとか、サイトに音声をつけるとか、こういうのをちょっと自分でもやってみたくないですか？僕も何回か作ろうかなって思ったタイミングはあったんですけど、API を使うっていうのが精神的に少しハードルが高いんですよね。API って基本重量課金なので、試しているだけでクレジットがどんどん減っていくっていうのがネックだったんです。ですが、前の動画でも紹介した音声生成 AI のフィッシュオーディオが S2.1 Pro という最新モデルの API を今無料で開放しています。今回はさっきのニュース番組を実際に作りながら API の使い方を紹介していきます。概要欄にリンクを貼っておくので、そっちもぜひチェックしてみてください。それでは早速画面を見ていきましょう。まずはフィッシュオーディオにログインして API キーを発行します。開発者用のメニューから API キーの項目に進んで、右上の API キーを作成ボタンをクリックします。キーの名前と有効期限を設定したら API キーが発行されます。はい、これだけで API キーの取得が完了です。次にコードを用意していきます。フォルダを作って、その中に tts.mjs ファイルを作成します。ここにコードを書いていきますが、公式ドキュメントにそのまま使えるサンプルコードが載っているので、これをそのまま使っていきます。やっていることは単純で、この決められた URL に喋らせたい文章を送ってるだけです。書き換えるのは3箇所あって、まずここにさっき発行した API キーを入れます。それとモデルの指定が S2.1 Pro フリーになっているかを確認します。これが今無料で開放されているモデルです。テキストのところには AI に喋らせたい文章を書きます。その下のリファレンス ID では喋ってもらう声を指定することができますが、とりあえずはコメントアウトしておきます。はい、これで保存して実行してみます。ターミナルを開いて、ノードに続けて作成したファイル名を入力。これでエンターを押すだけで音声ファイルが生成されます。こんにちは。この音声はフィッシュオーディオの API からたった今生成されました。はい、どうでしょう。こんな感じで API を使って音声を生成することができました。じゃあここから冒頭のニュース番組を作ってみたいと思います。まず決めるのはキャスターの声です。ここで使うのがボイスデザインという機能で、欲しい声を文章で説明すると、その声をゼロから作ってくれます。深夜の静寂の中、皆様いかがお過ごしでしょうか。ここで最新のニュースをお伝えいたします。はい、できました。機械っぽいシステム音声じゃなくて、自分の好みの声を作れるのがめちゃくちゃいいです。で、作った声はモデルとして登録されるので、あとはさっきのリファレンス ID のところに、この声の ID を入れてあげます。これで再度生成すると、今作った声で音声が生成されます。こんにちは。この音声はフィッシュオーディオの API からたった今生成されました。ここで少しお時間をいただいて、もし少しでも参考になったら、高評価とチャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。動画制作の励みになります。声ができたので、次は原稿を作っていきます。やることは3つだけで、まず毎朝ニュースのソースから最新の情報を取ってくる。今回は海外のテックニュースの定番であるハッカーニュースと話題のツールがわかる GitHub トレンディング、あとは天気予報。で、この取ってきた情報を AI に日本語のニュースの原稿としてまとめてもらって、最後にそれをフィッシュオーディオに読んでもらう感じです。このコードはゼロから書くのは難しいので、全部 AI に丸投げしていきます。例えばこんな感じで指示します。はい、コードを作ってくれたので実行していきます。ちなみに原稿を作るのはチャット GPT や Claude などの LLM が必要になってくるので、その点は要注意です。今回は Claude の API を利用するので、API キーを添えて実行します。はい、これで生成された音声がこちらです。おはようございます。それでは今朝のニュースをお伝えしてまいります。まずは海外の技術系ニュースサイト、ハッカーニュースで話題を集めている話題からです。めちゃくちゃニュース番組っぽくできてます。これだと朝の支度の時間だったりとかにながらで聞けるのでめちゃくちゃいいですよね。で、最後にこれが毎日勝手に動いてくれるようにしていきます。Mac では決まった時間にプログラムを動かす仕組みが標準で用意されているので、Chrome で毎朝7時にさっきのファイルを実行してって AI に指示するだけで OK です。はい、これで完成です。毎朝7時になったタイミングに朝のニュースが出来上がっている状態になります。ちなみに朝からおっさんの声なんて聞きたくないよって人は女の子の声で生成してみてください。皆さんこんにちは。夕方のニュースの時間です。それでは本日の注目の話題をお伝えしてまいります。ここまではテキストから音声ファイルを作るって話だったんですけど、実はリアルタイムのストリーミングモードもあります。
音声認識と LLM をつなげば、リアルタイムで喋る AI エージェントが個人でも作れます。さっきのキャスターと会話するみたいなことも技術的にはできるわけです。あとは MCP にも対応しているので、クロードコードみたいな AI エージェントからでも直接使えます。例えば、この記事のナレーションを作っといてって頼むと、裏でフィッシュオーディオが音声を作ってくれるみたいな感じで使えます。今まで音声は取るものでしたが、フィッシュオーディオを活用することで、コードから作ることが可能になりました。今回紹介したニュース番組以外にも、もちろん使い方はいろいろあって、ブログを更新したら自動でポッドキャスト版ができるようにするとか、サイトの読み上げ機能とか、教材のナレーションとか、チャットボットに音声をつけるとかもできちゃいます。いちいち録音せずに音声を用意したいって場面なら、大体これで解決できると思います。この API の無料開放は7月末までなので、気になった方は概要欄のリンクから今のうちに試してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。